エゴネこんばんは。はるです。今回はミッドフィルダー選手ティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回はですね、新イベントの選手などを追加をして更新をしました。それでは早速紹介をしていきます。こちらが最新版のミッドフィルダーのティアリストになります。まずは D ですね。D はですね、前回からだと、レディオアクティブのエリクセンだったりとか、あとは TOTW のミリンコビサビチ、ここら辺を下げてます。で、追加の選手としては、ウィンターワイルドカードのエゼだったりとか、ワイナルドゥム、チェルキ、あとはウィンターワイルドカードアイコンのイアン・ラッシュ、この4名になりますね。まずはエゼですね。エゼに関してはパス能力がね、99になっていて、ここはね、いいんですけど、ただ能力的な部分が、足りないなというふうには思いますね。今のこの現環境の中で、この能力で使われるっていうのはちょっと厳しいかなっていうのは思いますね。かつ逆足3っていう風なところで、パスは全然いいです。パスは本当に素晴らしくって、逆足のパスとかも、もともと能力高いし、敵高のプラスもついてるんで、ずらさないですけど、やっぱシュートのところだったりとかで、どうしても、シュートの部分はやっぱり低いですし、そういうようなところで逆足さんで蹴ってしまうと、より、あまり入らないかなという風なところで、パスがうまいのはもうすごく中盤として素晴らしいんですけど、それだけに、なってしまったかなという風には思いますね。で、そして続いてワイナルドゥムですね。こちらも新選手で、来て、フィジカルが99になってます。フィジカルの数値が、ジャンプとかスタミナとか積極性とかも99になっていて、もちろん積極性とかスタミナっていうのは大事な部分ではあるんですけれども、この人ももうちょっと能力高ければ良かったかなっていうのは思います。特にペースですね。ペースは結構遅いというか、速さっていうのはあまり感じないですね。逆足4とか、ドリブルもある程度の軽さっていうのはあっていいんですけど、ただ理不尽さっていうのがあまりない選手にはなってしまいますね。で、そして続いてはチェルキですね。チェルキ。この人はもともと55っていう風なところが本当に素晴らしいですし、ドリブルもある程度軽い選手にはなるんですけど、ただ、この人もやっぱ能力的には弱いかなっていう風な、ところですね。やっぱりね、使ってても、なんていうんですかね、入れ替わるっていうことがどうしてもできない。簡単に負けてしまったりとか、体を入れられてしまったりとかってことがあるんで、どうしても5-5なだけに、本当にね、スキル逆足がいいだけに残念では、あるんですけど、あまり強くは、なかったかなというふうなところですね。めちゃくちゃうまい、人が使えば、使えるのかもしれないですけれども、あまり個人的にはそこまでおすすめができる選手ではないかなという風なところですね。で、そして続いてはイアン・ラッシュですね。ウィンターワールドカードアイコンのイアン・ラッシュ。この人もね、どうしても代わりがいてしまう選手にはなりますし、能力的にはどうしてもこの人もちょっと物足りないかなというふうに思いますね。なんか守備に行くのか、攻撃に行くのか、どっちか正直わかんないみたいな、選手にはなるんですよね。スタンディングタックル、守備のところのタックルの数値はすごく高くていいんですけど、インターセプト値がめちゃくちゃ低いんで、結構見てます。結構横、ボール通っているけど見てます。で、どうしても勝手に取ってくれる力っていうのはあまり、ないし、かといってやっぱり自分で操作して守備するっていうのは、今作非常に難しい。過去作と比べてもめちゃくちゃ難しいので、簡単に逆行かれたりとか、してしまう選手。で、じゃあ攻撃に出ていく選手なんかって言われたら、スキルが、3で、シュートの能力ってもめちゃくちゃ高いわけではない。冷静さは、すごく高くていいんですけど、シュートが入らない時も、あるっていう風な、ところで、ドリブルも重たいっていう選手なんで、ちょっと扱い方がね、難しくはなってしまう。で、そういうのに扱い方難しいなって悩むほどイアン・ラッシュを使う必要もないんで、その中でやっぱ容赦なしのプラスとか、もちろんいいところ、フィジカルね、強かったりとかはするんですけど、ちょっと惜しかったかなというふうには思いますね。で、そして続いては C ですね。C はですね、前回からだとトリプルスレッドのチアゴだったりとか、あとは開拓者ムヒタリアン。で、あとは FC プロライブの
フィリップス、で、ダイナスティーズのビルツあたり、ここら辺を少し前回からだと下げました。で、新選手としては追加したのは塩素ですね。ウィンターワールドカードのフェルナンデスを追加をしました。まあ、塩素に関しては逆足が5になって、守備的な選手でパスもね、うまいという、そういう選手に、なりますね。容赦なしのプラスっていうのは、素晴らしいというふうには思いますね。基本的には悪くはないんですけど、ただ、まあどうしてもこの人も守備的な選手だったら、もうちょっといい選手もいるっていう風な感じですね。まあインターセプトの能力もね、もうちょっと高ければよかったですし、プレイスタイルでもインターセプトとかがついていたらよかったかな。あとは予測とかついていたらよかったかなという風には思いますね。結構まあ取りきれなかったりとか、する場面もあったりしますし、スピードもめっちゃ速いっていうわけでは、ない選手にはなるので、まあどうしてもそうですね、やっぱりこの人も、初心者の方とかコインがあまりないよっていう方だったらこの人でもいいとは思いますけど、まあ多くの方はまあスルーというか、この人じゃなくても別にいいんじゃないかというふうに思う選手になってしまいましたね。でそして続いては B ですね。B はですね、前回からだと TOTW のゴレツカ、だったりとか、あとはレディアクティブのケシエ、だったりとかを少し下げた。あとペドリかなを少し下げました。センチュリオンズのペドリ。で、あとは FC プロライブの能力が上がったロカテリですね。を前回からは、少し上げてます。で、新選手、追加した選手としては、ウィンターワールドカードアイコンのファンバステン。そして TOTGS のフォーデン。そしてウィンターワールドカードのロイス・グリマルド。この4名を追加をしました。まずはファンバステンですね。まあ、ざっくりですね、パスが上手くなったファンバステンみたいな、そういう風な選手ですね。キャムにもなりましたし、パス面に関してはかなり強化をされたと思います。で、シュートに関しても全然決めきる力っていうのが、ある選手になりますね。冷静さも決定力とかも高いっていう。で、2列目の選手として使うんだったら、ペースも84あれば、まだいいかなっていう風には思いますね。ただまあ ST、ファンバステンの元々のポジションだったらペースはもうちょっといるかなっていうのは、思いますね。かつちょっと重たいです。重たさっていうのがあるので、まあ周りとコンビネーションをしながらですね、ゴール前とかに入っていく選手として使うのが一番いいかなという風には思いますね。まあ全然事務的には使える選手になりますので、重くてもいいよっていう方だったら、まあ、ファンバステンは結構コスパよく使えるんじゃないかなと思いますね。で、あとは、フォーデンですかね。TOTGS のフォーデン。まあ、この選手に関しても、新しく来た選手。で、逆足が3っていう風なところはどうしても、特にシュートで、気にはなると思いますね。で、今週のプラスついてるんですけど、めちゃくちゃロングシュートっていうのは、ちょっとこう、理不尽な今週ではちょっと難しくはなってしまうかなというふうに思いますね。キーパーと1対1でとかだったら全然決めきる力っていうのはあります。で、単純にボールタッチとかが細かくって、軽いので、非常に、まあ、そこまでなんか、めちゃくちゃ重くて使いづらいっていう選手では、ないですね。結構メッシとかディバラとかグリーズマンとかのような感じで、使いこなせる人はいるんじゃないかなと思いますね。まあ、守備もちょっとはできる選手になるんで、3CM の一角とかが一番いいんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、全然、使えなくはないですね。で、あとはウィンターワールドカードですね。ロイス。この選手に関しては、まあ、値段めっちゃ安いですね。3万ちょっとぐらいで買えるんで、めちゃくちゃコスパはいいと思うんですけど、どうしてもこう、その値段の理由っていうのも、まあちょっとあって、フィジカル面はね、あんまり強い選手ではないですし、スピードに関してもめっちゃ速いっていうほどでは、ないですね。状況によって置いていけるんですけど、ただまあ、普通に追いつかれて体でゴリみたいなのも全然、やられますね。まあシュートが上手いし、ドリブルも軽いし、パスも上手いんで、普通にこう使う側からすると、まあ、全面普通に使えるかなというふうに思いますね。普通にスタメンに入ってても、おかしくはない選手にはなりますね。個人的にはファーストタッチのプラスかな、トラップのプラスじゃなくって、まあ、例えば、今週のプラスとか、まあ、テクニカルのプラスとかがついてたら、なんかより良かったかな。もうちょっとなんか、みんなに使われていたかなっていうのは、思いますね。もともとやっぱりトラップとか上手い選手なんで、ボールの扱いが上手い選手なんで、そこで、まあ、トラップのプラスでなかったら良かったのかなっていうふうには思ったり、しますね。ただまあ普通に十分スタメン級だというふうに思いますね。で、そして続いてグリーマルドですね。この人もですね、結構
今作のウィンターワールドカードで、意外と化けてんちゃうかなって思う選手ですね。普通にスタメンに入っててもおかしくはないレベルだと思いますね。値段もね、最初15万とか14万とかぐらいでしたけど、今だと多分結構安くなって7、8万とかになってるかなっていうふうに思いますね。この人も結構コスパは良くって、単純にね、軽い中盤の選手で、守備も普通にできるっていう選手になるんで、全然扱いはしやすいですね。普通に軽いし、持ち運ぶってこともできるんで、結構おすすめかなっていうのは思いますね。ただ逆足さんがね、どうしても気にはなったりとか、フィジカルの部分がどうしても気にはなったりとかはしますね。また理不尽な守備力っていうほどはないんで、やっぱそういう風なところで値段安くなったりとか、してるかなっていうのは思いますね。逆足が4以上だったりとか、もうちょっと守備面のところ、もともとやっぱサイドバックの選手だったんで、もっとなんか守備力が高く出てきてたら、良かったのかなという風には思いますね。ただ全然この人も使えます。普通にスタメンに入れてもいいレベルですね。そして続いては A ですね。A はですね、前回からだと、サンダーストラックアイコンのカカですかね。だったりとか、あとはセンチュリオンズのデブライネ。ここら辺を前回からは少し、ランクを下げました。そして、サンダーストラックのロフタスチーク目標で、ゲットできた選手なんですけど、この選手が能力上がったっていう風なことで、A に、少し上げました。で、新選手としては TOTGS のグラーフェンベルクだったりとか、ウィンターワールドカードのジョレンテ、ここら辺かなというふうに思いますね。この2名を追加を、してますね。グラーフェンに関しては、ちょっとこうチープフリットだったりとか、ヤヤトゥーレのような選手ですね。身長がでかくって、ほんと攻守にわたって動けるみたいな、そういう選手になりますね。十分 A ランクに入ってもおかしくはない力っていうのを自分は持っているという風には感じますし、パス面のところがね、もうちょっとなんかプレイスタイルとかでついてたらよかったんかなっては思いますけど、ただ逆足も4ですし、非常にこう万能型な、でかい、CM の選手になりますね。もちろんドリブル自体は、ちょっと重たさっていうのはもちろんあるんですけど、ただ身長の割には全然モテる選手に、なりますね。容赦なしのプラスもついてるし、結構なんか勝手に取ってくれたりとかっていうシーンも、何度かありましたね。ペース自体はめっちゃ速いってわけではないですけど、十分この人は、強さっていうのはあるなというふうには思いますね。で、そして続いてはウィンターワールドカードジョレンテですね。この人 LW なんですけど、一応CM とか、そういうこう中盤で使うのが一番いいかなというふうには思うんで、個人的にはここに CM のミッドフィルダーのティアリストに入れてます。やっぱりね、クロスのプラスがついてるので、どうしてもここのプラスのこのクロスを入れる選手として使うのが一番いいかなというふうには思いますね。例えばこの 3CM の一角からサイドに抜け出してクロスとか、そういう風な使い方が一番良くって、ディフェンス能力自体はどうしてもこう金の時から多分弱くなってるかな、能力が下がってるんですけど、ただ全然3CM とかの一角だったら十分使える選手に、なりますね。で、やっぱりね、この人のいいところは、アタッカーになったってこともあって、シュートとか、もちろんパスとかドリブルとかがちょっと上がってるんで、そういう風なところで、CM 中盤から持ち運んでいってシュートっていうこともできるんですね。前線の選手、フォワードの選手にパスつけようかみたいな持ち方をしながら縦に加速してシュートを決めきるっていうことがやっぱりできるようになったんで、そこが結構理不尽さというか強さかなというふうに思いますね。で、そしてあとはバレッラですね。ちょっと先ほど言い忘れてましたけど、バレッラも追加をしてます。TOTGS。この人ね、33ではあるんですけど、結構ね、バランス型の中盤としては優秀だと思いますね。軽い選手で、守備もしっかりできて、意外とね、足元でこうつついたりとかできる選手なんで、フィジカル、もちろん取り切れないとか、ゴリッといくっていう力がね、もうちょっとあればなって思う時はあるんですけど、ただなんか、意外とでかい選手に対しても足伸ばしてくれたりとか、つついたりできる選手にはなりますね。普通にね、やっぱね、この人も、十分なんか強いし、バランスもいい。なんか意外とこう何でもできるっていう選手。で、そういう守備だけじゃなくって、敵高のプラスがついたことによって、パス面に関してもより通せるようにはなりましたし、結構ね、なんか、ペドリが、
3-3になった代わりに守備力ゲットしたよみたいな、そういう風な選手になるんで、かなりね、ペドリを使ってて使用感が良かったっていう方はバレッラいいんじゃないかなっていうのは思いますね。まあ、バレッラあまりね、使ってて嫌いって思う人はいないと思いますし、自分今作だと SBC かな、センチュリオンズできたバレラ使ってたんで、割と普通に、いい選手、軽いし、十分強いなというふうに思いますね。で、そして続いては S ですね。S はですね、新しく入れた選手としては TOTGS のベリンガム、そして TOTGS のムシアラ、そして UCL ヒーローのラミレス、そしてスナイデル、この4名になりますね。ベリンガムに関してはですね、言わずもがなですね、本当に安定感抜群で、能力以上になんか強さを感じる選手。もちろん能力は全然悪くはないんですけど、この全体の能力、ペースもなんかもうちょっと速い気がしますし、シュートも全然入るしっていう感じなんで、なんか本当に全体的な能力すべてがなんかもうちょっとプラス2、3あったりするんちゃうかって思うぐらいの選手になりますね。で、インターセプトのプラス備えたことによって、よりこうパスカットができるようになりましたし、インターセプトのなんかちゃんと足につくようになってるなという風な印象を受けますね。思った以上に値段はね、めっちゃ高いっていうほどではないので、使える方は全然使えるかなという風に思いますね。個人的にはやっぱりずっと活躍をしてくれる選手にはなるのでおすすめですね。で、そして続いて TOT です。ムシアラですね。ムシアラに関しては速いし、軽いし、パスが上手いし、シュートもある程度打てるようになったしっていう選手になる。で、かつスキルも5で逆足が4なんで、非常に優秀だなというふうには思いますね。もちろんフィジカル面で気にはなったりとか、はする時はあるんですけど、ただ、なんていうんですかね、触られる前に速さ、クイックステップのプラスもつきましたし、なんか、早くブンっていくみたいな力が、なんか増した、そんな選手になりますね。もちろんやっぱりカカの方がね、良かったりとか、いい部分っていうのはあるんですけど、ただ、ムシアラの方が断然軽くって、多くの方がなんかあんまりこう不満をね、こう漏らさず使えるかなというふうには思ったんで、なのでムシアラの方がやっぱり強さっていうのはそういう意味であるかなというふうには思います。やっぱクイックステップでかいかなっていうのは思いますね。もちろんあとテクニカルのね、プラスでなくなっても、全然もともとドリブルめっちゃ軽いし、扱いしやすい選手なんで、コントロールスプリントでそんなになんかテクニカルのプラスじゃなくても白でついてるだけでなんかいけるんで、結構コントロールスプリントそのまま引き続きムシアラで使うっていう方にも別になんか変わらず、使えるかなというふうに思いますね。普通に強いです。で、そして続いてはラミレスですね。UCL ヒーローのラミレス。この人は逆足3だったりとか、能力自体もあんまり高くはないと思うんですよ。ただ、なんかめっちゃ強いっていう。なんか理不尽さがね、この人はすごくありますね。ざっくり言うと、バルベルデとかに近いのかな。バルベルデとかジョレンテとか、そういう風な足が速くって、なんかこう、ゴリッと能力以上にいけるみたいな、そういう力を持っている選手になりますね。値段もね、120万ぐらいする選手なんですけど、その分の価値っていうのはめちゃくちゃあると思います。で、この人も新しくベースヒーローから変わって、インターセプトのね、プラスがついたので、能力も高いですし、しっかりこう取ってくれる、あとは勝手に取ってくれるっていう、力がある選手ですね。で、かつドリブルもそんなに重くないし、運んでいけるスピードとかもあるんで、結構いいかなっていうのは思いますね。気になるところで言うと、やっぱ逆足でのシュートぐらいかな。もう他は別に取り感とかはちゃんと取ってくれるし、足も速いし、追いついていってね、刈り取る力っていうのもあるんで、非常におすすめな、選手になりますね。で、そして最後ですね、UCL ヒーローのスナイデル。この選手は55になってますね。で、かつめちゃくちゃ能力も上がってます。もうベースヒーローの頃から、比べても、本当になんか別人のように強くなった選手の一人かなと思いますね。パスはめっちゃうまいし、フリーキックも蹴れるし、ドリブルは、十分軽い、持てる選手にはなっていて、シュートも決めきる力もあります。この人は。本当になんか中盤の選手、キャムの選手としては、なんかこれ以上ない選手というか、何でもできすぎちゃうっていう、選手になるので、非常におすすめだなというふうには思いますね。というかね、こちらが最新版のミッドフィルダー選手のティアリストになります。もちろんね、ここに入れきれなかった選手多くいると思うので、気になる選手がいればですね、気軽にコメントいただければ嬉しいなというふうに思います。
それでは今回これで終わります。いいのだったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。